始まりました絶望禁止バラエティピロライブ、当番組では私サイバーコネクト2代表の松山宏が MC となりまして、エンタメ業界の絶望した話や絶望から這い上がったお話、なんかをですねゲストを招いて、お話聞いていきたいなと、思うんですけども、今回のゲストはこの方。こんにちは、グラスホッパーマニファクチャーの須田でございます。なんかね、ちょっとこういう番組始めたんですよ。でそれで原田さんから、そうそう、ご紹介でをねいただいて、今さ、グラスホッパーマニファクチャーってどういう状態なのかを聞いときたいわ。今は、ガンホグループの会社ですね。で今ちょっと規模感としては大体30人ぐらい前後の、ワンチームで、かなりもう昔にちょっと戻ったような、今ノーマンヒーローズのシリーズ、最新作のシリーズ、これですね、ノーマンヒーローズ3を作ってますね。なんかこう、ガンホーグループってさ、別にグラスホッパーだけじゃないじゃん。ガンホーさんが言うと家賃とかね、そんなのは全部面倒見てくれて、グラスホッパーはクリエイティブに集中しなさいよと、須田剛一よと、であと自身もその社長業としての煩わしいことは親会社のガンホーが全部やってくれてみたいな、なんかそういう体制に5年ぐらい前からなってんのかなって思ってたんだけども、ほぼほぼでもそう思ってもらって問題ないですよ。あ、そうなんだ。僕がね、いろんないわゆる財務的なこと、経理的なことで頭を悩ます時間というのは相当なくなりました。減ったんだ。じゃあある意味こうある種理想の形というか形ですよね。そうでしかも自分たちで独立系に近いスタイルでやらせてもらってるっていうのは、逆により自由度高い環境で今やってるので。そうよね。3最終作はガンホーブランドで出るの？じゃあいや、これはね、今のところグラスホッパーブランドで、その前の作品のトラビス・ストライクス・アゲンというノーマンヒーローズの、これちょっとスピンオフの作品なんですけども、これもグラスホッパーパブリッシュで初めてワールドワイドでやったんですよ。すげえ大変でした。だって30人の会社でパブリッシャー機能もちろんないんですよ。でプロデューサー兼マネージメントでディレクターもやってるし、シナリオも担当してるし、もうすげえ大変で、パブリッシャーって大変だなと思って。大変ね。ESRB の審査だけで150万ぐらいするね。なんならかかるの？商標登録だってさ、200何十万やっぱかかるじゃん。ワールドワイド全部でやろうとすると、この国カナダでまたこんな金かかるのみたいな。もうね、一個一個なんですよ皆さん。そうなんです。国ごとに違ってて、アジア領域取りますかどうですかね。これ削ったらいくら減るんですか？そう積み重ねがね、意外とトータルで見るとこんなにでかい。そういった意味でもね、すごく経験してよかったです。僕らがこれまでずっとねディベロッパーでパブリッシャーさんに全部やってもらったことを一回自分たちで経験したので、これだけのね組織でやってる意味っていうのはここにあるんだみたいな。ゲーム作る人になりたいわって思ったきっかけってどこになるの？僕なかったですよ、全く。ないんかい。そもそもね入れるなんて持ってなくて、この業界は。で今でこそいろんなねこう我々とかがメディアに出てることも多いですし、僕らの時代ってファミ通めくっても開発者なんて誰も載ってない。もうゲームの攻略情報と裏技しかやっぱ載ってなくてさ。だからつまりやっぱ博士が作ってると思ったんですよ、僕は。研究室で一緒俺も思ってた。大学の研究室みたいなところで大きなラボででっかい電算機があって、メーターテープあるじゃないですか。テープいっぱい回ってるところでプラグカチャ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 ってやっぱでこうカタ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 って紙が出てくるアキラのラボみたいなね、あの印象だったよね。俺もそう思ってた。パコーンっつってロムが出てきて、俺らはこれ遊んでると思って。ゲームクリエイターとかゲーム業界に入るなんていうのはもう夢にも思ってなくて、たまたま僕がですねグラフィックデザイナーの仕事をちょっとやってた1年間ぐらいやってたんですよ。でその時にセガさんの仕事をしていて、すげえセガだと。大きいもんね。もちろんゲーム大好き小僧でしたから、もうセガさんなんてセガなんてもう憧れの対象なんですよ。バーチャレーシングがポリゴン出始めの頃や、一番最初や。でゲーメストに広告を初めて出すから、その仕事がうちのデザイン会社に来たんですよ。僕が当時働いていたところなんですけども、ちゃんとゲームを遊んでほしいと。でそのゲームを遊んだ体験を元にデザインを起こしてほしいということで案内されて行ったんですよ。そうしたら AM2 系に通されて当時の。でいやすげえついに博士たちに会えるぞと思って。
でカチャッと開けてね、パカーってやったらだだっ広いところに、左側に筐体がもうザーッと置かれてて、作業服を着たおじさんが一人カチャカチャやってるんですよ。そうかそうか。で首からぶら下げて、ああお疲れ様みたいな感じで、そのおじさんがこう歩いてきて、で案内してくれたんですよ、一通りね。で博士がいないんですよ。おかしいぞと思って。でなんかね仕事をちゃんとしてるんですよ。はいはい、ガチャガチャね。ガチャ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 やってるよね。あれこの人たちゲーム作ってる人たちだと思ってようやく気づいて、人間が作ってたんだと思って。まあそりゃそうやけどね。それでショック受けて、でそのおじさんが、まあちょっとね遊んでみてって、君も遊んでみてって、うまいね、なかなか筋がいいよって言われて、でそのおじさんが実は鈴木優さんだったんです。すげえ。ねえ。すげえ。後で知ったんですよ。僕はその時鈴木優さんっていうお名前も知らなかったので。だってねまだ全然そんなね作ってる人たちにスポットを当ててる時代じゃなかったからね。その後葬儀屋の仕事をして、ちょっと食えなかったんでグラフィックデザイナーの仕事。当時結婚もしてたんで、で1年ぐらいやると須田君そろそろさうちの社員にならないって言ってこれはもう食っていけると、東京で食っていけると思って。でもう就職しようと決めたんですよ、ある葬儀屋さんに。で嫁さんに話したら「いいけどさ、本当にそれがやりたいことなの?」って言って「そのために東京出てきたの？違うんじゃないの？」ぐさって言われて「でもそれってもともと違うでしょ」なんかグッとえぐられて、すごいだからラストチャンスでもいいからなんか悔いなくやってみればって言われて、その時に思ったのはゲーム業界なんですよ。あの時セガさんの残像が残ってて、俺もあの中に入りたいと思って、あの中で働いてみたいと思って、でパラパラめくってたらアトラスとヒューマンが募集してて、なるほど、アトラスはメガテン大好き、ヒューマンってプロレスゲームの子じゃん、ファイプロや、ファイプロ、プロレス俺詳しいぞと、多分今日本で10番目に詳しいぞいけるんじゃないかと思って、で両方送って、アトラスさんはもう落ちてて選考で、でヒューマンからは面接まで行ったんですよ、通ったんですよ。手書きの格闘っていう脚書手書きで書いて、サクセスストーリーですよ。で持ってってで、それでしばらく待ってたんですよね、通知を。ついに1ヶ月経ったんですよ。来ないってことは落ちてたんだなと思って。それはちょっともうそう思うな。で嫁さんにも来ないからっつってね、もう決めるよって就職。だってまだ連絡来てないじゃん。もう落ちてるからっつって電話してみなよ一回とか。やだやだとか。でもすげえなんか言われて、いいかかけない、ちょっと喧嘩みたいになったんですけども、じゃあ分かったよって逆入れしてかけたんですよね。そしたらあの時のプロレスの客の方ですよね、ちょっと待ちくださいって言って一回保留になって、でガチャ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 って来週もう一回面接来れますかってでどうやらスーパーファイアプロレスリング2枚作ってた朝子さんっていうディレクターさんがいて、朝子さんが辞めるっていう事情を出したんですよ。当時のヒューマンの客の家の中にプロレス詳しい人間が一人もいなくて、もうやべえやべえみたいな、ファイプロどうしようってなった時、俺がたまたま電話したんですって。でその電話を受けた庭野さんという人事の庭野さんが俺のこと覚えててくれて、どうやらヒューマンね俺に出し忘れてたんですって落ちたことを。やっぱ落ちてて落ちてたんだ。そうけどそれもう奇跡やん。いや奇跡なんですよ。そのドンピシャのタイミングで俺が電話して面接になって、嫁さんがもうそこまで言わなかったら絶対もう落ちてたし。いや絶対そうやし、奥様のお見通しっぷりは何なの？いやわかんない。すごいね。そう本当にプロレスのおかげでもありますし、嫁さんのその第六感みたいなものが与えたのか、それがあってこの業界に本当に入れた。けどね、津田剛一の始まりがどこやったかっていうのなんか改めて聞いて面白かった。そうですか。そんな奇跡の連続ってあんのやなって。いや確かに本当ね、少年漫画みたいじゃないですか。いや本当絶対ね奥様のキャラクター人気出るよ。出ると思う。間違いなく。みんなが憧れるそんなポジション。かっこいい。ぜひ奥様今後とも津田剛一をどうぞ導いてあげてください。よろしくお願いいたします。